よいしょ。あ、これがつくし。あ、なんか久々に見る。おっとっと、だってしーちゃん。しーちゃん。強い。強い。4足は強い。これはつくしでももう開ききってるんです。ほうほうほう。でこうすると苦みが出てきちゃうんですけど、はい、開いてないやつの方がいいんだけど、はでも天ぷらで食べるんだったら、はい、そんなに大差ないから。つくし美味しいんですか？いや、まあお楽しみなさってください。あ、これまさしく開いてない。あ、本当だ。はいはいはい。食べれるものが無料で取れるっていいですね。いいですよね。うもっと知ったらもっといっぱい取れるんだろうけど、いろいろなものがん。まだまだ勉強しないと。よいしょ、参りましょう。はい。少々お待ちください。お、しーちゃんのご飯それは贅沢。岡部さんのところでいただいたわらび、あ、これか。わらびを調理しますか。いいですよ、ゆっくりで。じゃあわらびを煮ます。はい。うちの地域はまだはい。気温が低いから生えないけど、はい。まあ、ちょっとしか生えてないけど、もうちょっと低いところはわらびが生えてるそうで、わらびはそのまま食べるとアクが強いので、はい。このね、はい、入って食べれるんですか？食べるっていうか、これがアクを抜いてくれるんです。でも歯触りは良くないから、これ木片とかが入った灰をそのままガポって入れちゃうと、茹で上がったわらびを洗ってもジャギジャギするから、だからこうやってこすじゃないけど。これすごい知恵ですね。昔の人のね、なんでワンチャン灰でいけっかなって思ったのかな。アクをすごいね。循環してますよね。その灰も使えんのみたいな。はいはいはいっていうの今どっち？ナチュラルです。いろいろ見ますね。こんにゃくみたいな。でこれ入れて一煮立ちって人もいれば、いや煮立たせないで熱いグラグラの灰入ったそのお湯に入れて一晩置いとけばっていう、いろいろ様々なんですけど、一煮立ちさせて数時間置いとけばえぐくはないです。多分このシャキシャキ感を残しつつ、えぐくないっていうのの最適解をみんな議論するんだと思うんですけど。花以前に散らかってるっていうそういうことじゃないっていう。そういうことじゃないっていう。これもう一煮立ちだけさせよっか。さっきのわらびを。うわ、ファイヤー。はい、新聞はよく燃えるから。
いやー結構だな。違う。ね。これいいですか？これ灰です。はい。前イノシシの灰は多分召し上がったんじゃないかな。はいはい。ただ鹿の灰はなかなか、僕はいつも鉄砲漁の時にバイタルって言って肺と心臓を狙うので、はい。結構肺は破れててうっ血してて食べれないことが多いんです。おー。ただこの鹿は支部長が取ったこの鹿は罠だったので、はい。でもそれでもやっぱり肺にまだ血が残ってるから、これが血抜きできれば美味しいけれど、切ってるそばからふわふわしてる。塩の浸透圧で血抜きができるか。血の塊を取ってるんですか？うん。この肺の中にもよく肝臓の中にもね血管があるんです。その血管から、こういう血管から血が出てくるんです、塊で。このように。これらがね塊で食べると美味しくないから、やっぱり。どうしたの？あげた。ご飯食べた。美味しかった。これ雑巾だね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、今です。わらび。だし醤油。いただきます。うまい。味あるんですか、わらびって？富士そばとかで、はい。立ち食いそばで山菜うどんって食べないですか？ああ、はいはいはい。ちょっとねっとりしてる、そこにだし醤油が絡んで、なんかうどとかふきのとうみたいな香りがとか苦みがっていうことはないんだけど、優しいけどねっとりとして個性もあって味もある。
ただきます。体にいいもん食ってるって感じがしますね。はい。不思議な味。うん。なんだろう。味というかなんというか、そんなに味もないし風味っちゅうんでもないですよね。食感食感ですか？うん。こういうのって栄養はあるんですか？あると思います。だからみんな食ってんでしょ。うまいかどうかわからんけど食ってみようシリーズ。黒ザップ。これはザラメ。ザラメ。なんか以前、重曹って言って、玉の通った後の血の部分に砂糖を塗って焼いて煮出すとコンソメみたいになるっていう。砂糖がねこの血生臭さを軽減してくれるっていう話を聞いたことがあって、だからちょっと砂糖多めに入れてみたんですけど、塩、ごま油、砂糖、塩、胡椒、生姜とニンニク、米油ちょっと、激辛七味唐辛子、40%ぐらいですか33。被爆。ネーミングやばすぎだろ。待ってね。いただいてみます。ほい。ワクワク。ワクワク。いやーどうかな。血の匂いはするな。なんか匂いだけならブーダンノワールっていう血のソーセージみたいな。
すげえうまいすげえうまいわこれ。へえ。うんうんへえ。うまい。高級部位。高級部位。うん鹿ハイ。うんそうなんだ。あーうまい。血の臭さとかはいえぐみみたいなはい。やっていうの一切ないです。なんだろまあなんだろうの食感はなんだろうなんですけど味はいいですよね。う。はい。なんだろう。そんな考えますあれ、肉の味がわからない。ああ肉の味っていうほどの個性みたいな。食感は面白いけど個性的だけど、肉の味っていうのは分かんないですよね。味付けが天才的に。いやでもいいよせーはい男二人でイチャイチャ例によって天ぷら粉ははい。小麦粉、卵、水、氷、これぐらいシャバシャバだったら、でこれつくしの天ぷらを作るんですけど、つくし本当はここを取るんですよ。これが苦味があるって言って。ただ大丈夫、ちゃんと鍛えが入ってればこれはいらないこのまんま鍛えてる人は大丈夫、このまんまいけます。誰も鍛えてないですけど。まあまあ美味しく食べるんだったら取るんですけど、めんどくさいから取んないなんか結局めんどくささだと思うんです、料理って。めんどくさいからやめようと思うんですよ。だから全部教科書通りに下ごしらえやってたらめんどくさいじゃないですか。工程多そうじゃないですか。その工程をいかに省いてそれなりにうまいものにするか。いやめちゃくちゃなんかそれっぽいこと言ってますね急に何どこへ行こうとしてんのか食べたことはありますか、つくしの天ぷら。いや、どこだろう。昔あるかも。ぐらい。いただきます。もうかき揚げみたいな。そう赤っうまい。
味ありますね、ちゃんと。うんうん。うんあ、美味しい。ね、うんこれただってすごいですよね、美味しい。でもなんか僕もお腹空いたお腹空いたっていうより最近でもね東京いたら、はい結構ストレスなのかはいなんか食うかみたいなはい無駄に思ってたんですよ。はいはいだからこっち帰ってきたらなんか安心したのかはいはい。食欲よりもなんかまったりしたい。どっちでもいいしなそんなの。そんなこと思ってる。